こんにちは、萌えです。今日も来てくださってありがとうございます。皆さん、映画や漫画、ドラマは好きですか？今日のテーマは死亡フラグ。皆さん、この言葉聞いたことがありますか？今日はこれがどんな意味の言葉かというのをご紹介したいと思います。日本語ではアニメや映画の中でよく使われる言葉ですが、もともとはゲームや映画のパターンから生まれた言葉なんです。例えば、戦いの前にキャラクターがかっこいい顔でこう言います。この戦いが終わったら結婚するんだ。アニメや映画が好きな方なら、このセリフの後どうなるかわかるかもしれません。この後、おそらくこのキャラクターは死亡します。これがまさに死亡フラグです。つまり死亡フラグとは、そのセリフを言った後に死んでしまいそうな展開を予感させる言葉や行動のことです。フラグというのは、もともと英語のフラッグから来ています。ゲームでは、イベントが起きる条件のことをフラグが立つと言ったりします。だから、死亡フラグというのは、死ぬイベントの条件が立ったという意味になるんですね。このセリフを言ったら、だいたいみんな死んでしまうよねというお決まりのパターンということです。例えば、こんなセリフも死亡フラグです。ゾンビが出てくるような映画で、先に行け、俺は大丈夫だ。他にも、探偵もののドラマで、この中に殺人鬼がいるかもしれないのに、一緒の部屋で寝られるか。とか、SF の超生命体を作った博士が、素晴らしい。はい、これもう危ないですよね。こういう場面を見ると、うわ、死亡フラグが立ったって思います。でも、最近は本当に死なない時でも、それっぽいことを言っただけで冗談として使ったりします。例えば、明日こそ早起きする。それ死亡フラグじゃん。とか、フラグじゃん。と言ったりします。つまり、早起きするって言って無理なやつじゃん。そう言ったけど、多分無理でしょう。みたいな軽いジョークにも使えるんです。死亡フラグは、もともとは映画やゲームの言葉ですが、今では日常の会話でも使われる言葉になりました。皆さんが知っているフラグっぽい表現があったらコメントで教えてくださいね。では今日はここまで。聞いてくださってありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。